エンジン見てみようか。ボンネットが重いこれエアコンね、国内ではほとんど引かないエアコンコンプレッサー。これが発電機オルタネーター、ベルト細っでも幅はそこがあれなんでしょ。いや、どうかな。明らかに細いんだけど、あとこれなんだろう、配線ぶった切られてるな。アースケーブルか、後付けのアースケーブルかなんかをつけてたのかなこれ。あとね、これ写真で見た時からおかしいなと思ってたんだけど、ここはサスペンションの頭なんだけど、ここねボルトないのよ。本来であればこう下からおネジが出てきてて、そこナットで止まってるんだけど、ここまあナットないし、ここに至ってはおネジすらなくなってるでずれてる。これセンターに来てないでしょ。だからここにね、もともとおネジの根元があって、多分ね錆びて取り外そうとした時におネジが折れちゃったんじゃないかな。ネジが折れるってこと？あるある、反対側もすごい。違うな、これね下からボルト差し込んでるんだ。国産車だとこのアッパーマウンティングですよ、これサスペンションの、ここにおネジがそのまま一体化してるんだけど、これここ穴見えてるけど下に抜けてるから、単純に下からボルト差し込んで上にナットで締め込むっていう感じだから、これは単純にアッパーマウントが外されてるっていうだけ。あ、よかった。てっきりぶった切られてなくなってるのかと思ったけど、あとはね、この辺ねなんか外されちゃってるけど、燃料周りが部品が今中途半端に外されちゃってる状態だから、この辺の配管の中緩んじゃってるし、だから燃料系統は一回全部分解して見直して、でこれがエンジン側に燃料を送るフューエルディストリビューターっていう部品なんだけど、こいつがよく壊れる。調子悪い時、そうエンジン調子悪い時は大体これ、でここにエアフローメーターっていう空気の流れを測定する部分があって、空気がいっぱい流れるとどんどんそのエアフローが開いていって、こいつがどんどんガソリンを送れる量を増やしていく。でエンジンってピストンが4つある4気筒だけど、各気筒にガソリンを分配するためにここに4つ、なるほど、ホースが。ただホースがね1本ないマステつけてるやつはね、マステつけてるやつ、ここのホースが欠品してる。これが火花を飛ばすためのイグニッションコイルっていう高電圧を作るところからエンジンの各気筒に分配するディストリビューター。これもディストリビューター、これは点火を分配するディストリビューター。なるほど。ここにさ、これがさっきの点火のディストリビューターの大元の火花を作り出すイグニッションコイル。ここにあるの？そう、ここにあって、まずここで火花が発生して、このハイテンションコードでここに来て、ここのディストリビューターでエンジンの各気筒に分配される。エンジンの回転と連動する。このホイールも割と消耗するから、そしたら変えた方がいいかも。まずは他のところを直してからかな。明らかにダメな燃料系を直した。前のオーナーが、動かないやつを整備しようとして途中で断念してるから、こういう風にちょくちょく外されてるところがあるから、そういうところをまずは直していく。明らかにダメなのは欠品があったこのインジェクター、さっきのフューエルディストリビューターからガソリンが送られてきて、最終的にエンジンの中にガソリンを吹くインジェクターっていうのがこれ1個外されてるんですけど、こいつ自体もダメになってる可能性が高いんで、前の中で。あとはここ、オイルを注ぐところ、この中です。見えるかな。エンジンのシリンダーヘッドの中がね、今見えてるこのおむすび型のやつがこれカムシャフトね。エンジンの中の空気、吸った空気と吐き出す空気の弁を開くためのカムシャフト。このカムシャフトの山のところが荒れてたりすると、前のオーナーのオイル工具サボってる証拠だったりするんだけど、荒れてるってことがあるの？オイルがどんどん性能を劣化していって、金属同士が直接擦れ合って傷がついたりするのね。ただ摩耗はしてるけれど綺麗な摩耗の仕方で変な傷もないし、オイル管理が悪いとオイル焼きで茶色くなったりするんだけど、この奥の方とか、茶色くはなってるけど、そんな極端に茶色になったりしない。このくらいだったら全然問題ない。オイル管理とか適切に行われてたと言っていいんじゃないでしょうか。全体にここシリンダーヘッド周りがオイリーな感じなのは、このパッキン、シリンダーヘッドカバーパッキン、この辺からオイルにじんだりしてるのかな。ここにパッキンがあるの？パッと見じゃ分かんない。そう下に落ちてるわけじゃないから、これはオ
グールでしっとりしてるだけじゃないのかな。ここの隙間から滲んでくるんだけど、内側は綺麗だからパッキンはまだ大丈夫かな。あとはこれがスパークプラグね。これはもともと消耗品なんで、もうここは問答無用で交換、バッテリーがないからセルを回すわけにはいかないけど、セルを回してここに専用の測定器を当てて、エンジンがどんだけ空気を圧縮できるかの圧縮圧力を測ることができる。あとはアクセルが重いって話をしたけど、アクセルは最終的にここにつながってこれはいいよね。そうなんだ。ここだけで今これ手で動かした感じ全然引っかかりがないんで、多分このワイヤー自体が油が切れて重くなってる、もしくはペダルの付け根のところの油が切れてる。じゃあ油させばいいの？油させば多分大丈夫。ここはターンフローって言って入ってきた空気は、ここで圧縮して爆発した空気入ってきた方向と同じ方向に出て、後ろから前に空気吸って前から後ろに吐き出す。空気がこうエンジンの中で U ターンしてる。これは古いエンジンだね。それがどこから読み解けるの？エンジンのこっち側に排気の出口がない。今のエンジンはだいたいクロスフローって言って空気吸う方と空気吐き出す方、排気側っていうのは別々の方向にある。これ一方にしかない。一方にしかないのは古いエンジン。あとは多分変えなきゃいけないのは、こういうエンジンを吸ってるところ、ボディとエンジン連結してるところにはエンジンマウントっていう部品が、車の場合だと多分3つぐらいあるけど、ここの中にゴムが入ってる。ゴムでマウントして、ちょっと振動をここのマウントで引き出してあげる。ガチガチに固定しちゃうとエンジンの振動をダイレクトにボディに伝わるから、こういうゴムが入ってるんだね。これは多分死んでる。変えた方がいいと思う。じゃあこれ外すってこと？そうだよ。エンジンちょっと動かしてね。大変。このタンクまだ綺麗だね。これ一回変えてるかもね。これはラジエーターのリザーブタンクだね。ラジエーターに繋がってるから。何をリザーブするの？冷却水。うわー、これはちょっとやばい。これは冷却水の中にサビが回ってるってことなので、冷却水が回るところ、水を送るウォーターポンプ、ラジエーター、エアイヤーをつなぐラジエーター、全部ダメ？全部掃除しなきゃいけない。お掃除でね。よかった。ウォーターポンプはもともと交換しなきゃいけないってことなんだから、ただしっかり洗浄してあげないと後々トラブルになって、サビがラジエーターの中で詰まったりして冷却経路が塞がっちゃうとオーバーヒートする。オーバーヒートするとエンジンオーバーヒートが止まる。それとブレーキ、これだね。これがブレーキね。ブレーキマスターシリンダー。ペダルを踏むとここで圧力が高まって各タイヤについてるブレーキキャリパーとか、ドラムブレーキだったらホイールシリンダーとか、そういうところの圧力がぐっと高まって制動力を発生させる。めっちゃ錆びてね。錆びてるね。もうこれはね、いいの？新品。交換？交換しましょう。バラして掃除してってのもできるんだけど、錆びがひどいと中もこうサビサビで圧力漏れたりするから、ここは大事を取って全部新品交換。これは部品出るから、だからこの圧力を受けるブレーキ側、ホイールについてるブレーキキャリパーとかこういうところね、こっち側もきっちり直してあげないとろくに止まらない。全く止まらない。怖すぎる。だからここはちゃんと直しましょう。ここジョイントが折れてるな。これもともと何のコースなんだろう。どこに繋がっているのか。大元はこれだな。なんだかわかんないけどエンジンの負圧で動作してるな。古い車は特にエンジンの吸い込む力を使っていろんな機構を動かしていたり、バキュームホースがいろいろ張り巡らされてるっていうのは古い車の特徴なんだけど、それが漏れたりすると余計な空気がどんどんエンジンの中に吸われちゃうからエンジンの調子崩しやすいよね。こういうジョイントが折れてるところ、これはちゃんと直さないと。他のところもどうなってるかやし、一通りチェックした方が良さそう。まあこれは燃料のフィルターね。燃料ポンプはガソリンタンクの中に入ってる。でこの辺までは燃料が吸い上げられてることは確認してると前も言っていたので、そこは一段しているということにしましょう。まずは、なんせこんな状態だからどっから手をつけなきゃいけないかっていうのね、優先順位つけなきゃいけない。まずはこのフューエルディストリビューター、本当のこと言うとこいつが一番怪しいんだけど、こいつはなんせ高い部品でリビルド国内だと数十万かかったりするし、ドイツでリビルドしてくれるところがあるんだけど、それでも800ユーロ、今の相場だと10万ぐらい。さすがにその値段はちょっとなと。もしこれね、この状態で動くんだったらまずはそのまま乗りながら様子見てもいいだろうから、まずはこのフューエルディストリビューターより先インジェクションと燃料ホース、
そこを干潮にしてからエンジンがかかるかと並行してちゃんと火花が飛んでるか圧縮があるかの確認。ただ問題は部品を輸入しなきゃいけないっていうところで、輸入するんだったらまとめて買った方が送料が安いんだよね。足りない部品を洗い出す。洗い出したい。洗い出したのは古代じゃないですか、おそらくに必要である。でまあ大体見立て通り、何見ても、現物ちゃんと見ても、足りてないところは、このホースとかも入ってた？ホースは最初から入ってる、これはもう写真で見た時点で欠品してるとこが入ってたから、あとこのボルトとかも入ってる、ちょっとマニアックな話なんだけど、こういう盤上ボルトっていって中に液体が流れるボルトね、普通のボルトと違って中が中空だから、締めたり緩めたりするとだんだん伸びてきやすい。伸びる？何が？このボルト自体が、金属自体が、だから全く再使用できないわけじゃないけど、何度も繰り返し使ったりするのはあまり良くないので、今回みたいに燃料ホースを一新しますって時にはもうこのボルトも新品にしちゃった方がいい。なんでこれは優先的にリストに入ってる、この燃料フィルター、ガソリンの中にゴミとか入ってきた時にここで接触で、これは距離によっていくとどんどん中のフィルターにゴミが詰まってるから、もうこれは交換した方がいい。このものっていうかフィルターが入ってる？いや、もうこれごと。それごと。これごと。これは問答無用で交換。そう。いつ変えたのか分かんないので、みんな変えてるので。しかしでかいな。この燃料フィルターはかなりでかい。そうなの？国産車だとこれの半分以下ぐらい。ガソリンにゴミが多いのと、あとは燃料タンクが錆びてきたりするとその錆が詰まったりするから。あとはジーンズかな。割と綺麗だね。そうなんだ。なんか混じり物が。これガスケットかな、液体状のパッキンみたいなのがあって、それが固まるんだけど、それが液体状のパッキン、漏れ止め。液体状の、金属と金属の面が当たるときにそのままだと漏れちゃうから、そこにクリームみたいな液体ガスケットで塗って、そうするとそれが固まって漏れなくなる、そういうのがエンジンの中でいろんなところに使われてるんだけど、クリーム状のものを行き過ぎると内側にニュルっとこう盛り上がっちゃったりとかね、そういうのがエンジンの中に落ちてオイルに混じってってことはよくある。色的にもそれっぽいけどどうだろうな。あんまり多いとオイルもポンプで循環してるから、そのポンプの中に詰まっちゃったりする。エンジンオイルもフィルターがあって、そこでろ過はされるんだけどね、中を見てみたいな。エンジンの下側にオイルパンっていうオイル溜まりがあってね、そこを開けてみれば中の水がダイレクトに出る。オイルパンは外してみた方がいいかもね。内視鏡カメラ。内視鏡カメラもあるけど、それだとここ広い範囲を見なきゃいけないから厳しい。あとここは多分あんまり火のに影響するところじゃないけど、これなんかのステこれサビひどいね。ここだけ唯一なんかすごい、ワイパーのリンクかな。いや違うな、このサビは落としたい。この下もなんかボロボロになってるね。なんだろうね、中のシートみたいな、ゴムシートみたいな、スポンジシートみたいな、多分純正で貼られてたやつだろうけど、これは火のには影響しないところだから、ポーチね。まずは、先々、どっちかっていうとこういうところってのはサビが発生してるのを放置して穴が開いたりっていうのが怖いから、サビがなければよし、サビがあるんだったらサビを落として塗装する。サビでいうとこういうボンネットの裏とかも、外装も結構こんな感じのサビが浮いてるところなんだけど、あとはこういうところもね、こういうサビっていうのはほったらかしにしとくとどんどんサビが進行していって鉄板に穴が開いちゃうこと、そういうところは大切にしてる。上主はあれしてたって、シリコンスプレー吹いてたって。そうね、そういうのも大事。これここにカバーがついていてもうボロボロだね。何のカバーなの？わかんない。下の多分この下にワイパーのモーターの機構とかあるんだけど、そういうのに直接水がかからないように、そういうためのカバーなんだろうけど、ここにエアコンの外気導入と内気循環の切り替えとか、外からの空気取り入れると取り入れる、で空気取り入れるのがここだね。これがないとここに雨水大学に入ってきちゃうから、そのままエアコンからたどって中に水が、よくあるよ。ここから水浸入して助手席側の足元びしょびしょになってるって、カビ生えちゃう。ある古い車ではよくある。最悪。だからこのカバーは大事じゃん。ボロボロだけど直さないとね。これ手に入ればいいけどね。作ればいいよ。まあね。
あとこの辺ボンネットがガタつかないように下から支えるゴムだったもの、もうボロボロだねスカスカ。こういうところもね、多分この辺はね手に入ると思う。こういう細かいトラブルのことがいっぱいあるだろうから、そういうところを一個一個潰していかないと、まともに走る車にはならない。大変だこりゃ。道は長い。車のエンジンはまずエンジン自体の吸い込んだ空気を圧縮する力と、そこに入ってくるガソリン、燃料と、あとはそれに火をつける火花、いい圧縮、いい燃料、いい火花、それが揃えばエンジンは普通に回る。なるほど。1個でもかけたらダメ。じゃあそれを順々にそういうことやっていけばはい、なるほど。いい。なのでまずはもう明らかにダメな足りてないっていうのは、その辺をっていうところから、まずは今これバッテリーないからセルも回せない、セル回さないとエンジンの圧縮って測ったりもできないし、燃料どこまでたどり着いてるかっていうのも確認できるだからまずはバッテリー買ってきてエンジンかけてみて、まあ実際かかることはないだろうけど、それで各部のコンディションを確認して、あとはセルを回した時点で火花が飛ぶから、このディストリビューターとかハイテンションコードとかそういうところのコンディションをチェックできる。まあおそらく全交換にはなるんだろうけど、っていうところから始めていくのがいいんじゃないでしょうか。はい、バッテリーダクトラのやつ抜いて回してみる。こんなすぐいける？すぐできるよ。